おはようございます。 MC パークです。今年ロンツー企画の第3弾ですね。キャンツーに行ってきます。片道ね2150キロ、合計4300キロのキャンプツーリングですね。9泊10日か10泊11日、そのうち1日を除いてあと全部キャンプですねっていうツーリングに行ってきます。行き先としては、ここから今カリフォルニアでいるんですけども、ここからまず、今日1日目はヨセミテ国立公園ですね。ヨセミテ国立公園に行ってここでキャンプします。でその後は、ハイウェイ50っていうネバダとユタ州、カリフォルニアの隣のネバダとさらにその隣のユタ州をつなぐ、長いハイウェイがあるんですけども、それを通ってユタ州のソルトレイクシティに行きます。有名なこの見たことあるかな、塩の湖があるんですよ。塩の湖っていうのなんかもう水じゃないんですけど、こう塩の大地みたいな広い大地みたいなのがあって、そこに行ってきます。その後は、さらにユタ州を越えてコロラドまで行きますね。でそこでロッキーマウンテンに登っていきます。はい、そこまで行ってようやく2150キロですね。でそこで折り返しで4000キロ、それで、帰ってくるっていうようなツーリングですね。で、さっきも言った通り1日を除いて、ほぼ全部キャンプですね。なので、キャンプ装備はたくさん積んできましたね。とりあえずね、サクラメントまで行って、ちょっと休憩ですね。ガソリン入れて水買ってっていう感じです。はい、ここから1時間ちょっとなんですぐですね。はい、じゃあ今回もロンツーになりますけどよろしくお願いします。サクラメントの市街地に着きますね。今ね9時なんで、多分通勤ラッシュは超えられたと思いますね。超えられたっていうか避けられたと思いますね。サクラメントでかい都市なんで結構ね渋滞するんですよ。だからねちょっとそれが心配だったんですけど、今のところまだ大丈夫そうですね。でとりあえずサクラメントに着いたら一旦ちょっと休憩して、でガソリン入れるのと、あとね水を買おうと思いますね。そんな長居はしないです。サクラメントってロサンゼルスとかサンフランシスコに比べるとそこまで有名じゃないかもしれないですけど、あれなんですよね、カリフォルニアの衆議院じゃねえ、なんつうんだろう、州の政府のこう事務所っていうとなんかすげえザコいですけど、なんかホールがあるんですよ。なので昔で言うとアーノルド・ショルツェネッガー州知事とかがここでお仕事してた町ですね。サクラメントですね。久々に人類の文明圏に来ましたね。ここはねオールドサクラメントっていう場所ですね。誰もいないね。平日の朝だしね、それはいないか。ゴーストタウンみたいですね。こんな古い街並みで人がいないと寂しいですね。見えるかな、あそこの真正面にあるでかい建物がアーノルド・ショルツェネッガーが働いてたところですね。そこには行かないです。ここかな、ここですね。セーフへ。アメリカの大手スーパーチェーンですね。いいよ、適当に。よっと。はい、じゃあちょっと水買ってきますね。じゃあ水買ったんで、次はガソリン入れます。それで、準備完了ですね。よっと。暑くなってきた。よしっと。はい。よっと。
来たー。マジ下道ほんとつらかった暑くて。改めてですけども、おはようございます。 MC バーグです。今ねさっきも言いましたけど、サクラメントにいます。これが今回の旅の出発地点です。でロンツー企画の第3弾ということで、夏休みなんで、夏休みスペシャルってことでキャンプツーリングに行ってきますね。で朝も行ったんですけど、結構長いですね。片道2150キロです。大体往復で4300キロですね。で最終的にゴールはコロラドになりますね。コロラドのロッキーマウンテンになるんですけども、今日行くのはヨセミテ国立公園ですね。有名なんで知ってる人も多いとは思うんですけども、はい、そこでねキャンプを今日はします。こっからも近いですね。2時間40分ぐらいで着きます。なので昼過ぎには着く予定なんですけど、ただ夏の期間のヨセミテってむちゃくちゃ混むんですよ。今回僕がキャンプの予約ができたのは奇跡に近いんですよ本当に。キャンプ場が4個か5個あるんですよ、ヨセミテの中に。もうねフル満員ですよ。連日フル満員。9月ぐらいまでねほとんど空きがない、てか全然空きがない状態で、何回もそのウェブサイトに訪れて空きないかなってチェックして、ようやく運よく見つけられたのが今日でしたね。なんでこの今日に合わせて、全部の予定を組みました。もう何回かコメントをもらってて、ヨセミテでキャンプしてくださいみたいなコメントもらってたんで、はい、その約束に応えようと思います。正直な今の感想を言うと怖いですね。恐怖心の方が今このワクワクより高まってて、それでなんかこうテンションがまだね97、いや97じゃねえな、92とか90前半で、何が起きてんのここ。とりあえず100じゃないってことですね。でなんでかっていうと、キャンプツーリングって僕ねめちゃくちゃ久々にやるんですよ。1泊2日ぐらいのその泊まってすぐ帰るぐらいのキャンプは何回かやってはいるんですけど、こう連日連夜のキャンプツーリングっていうのは2017年の北海道ツーリングぶりなんですよ。なので5年ぶりですよね。しかも外国でしょ。日本だとさ、北海道とかだったらそこら中にさこう知ってる人じゃない、言葉が通じる人もいっぱいいるし、何より言葉を置いといて勝手が分かるんですよ。法律とかじゃなくてこう暗黙の了解みたいな。日本の場合ってそういうのをもう熟知してるんで全然安心なんですけど、外国ってそうもいかないんでちょっとね怖いですね。予期しない何かが、特にこうホテルとかならまださ分かんなかったら分かりませんみたいな感じでさ聞けばまだいいんですけど、キャンプですからね、自分の力で何とかするしかないっていうのを10日ほど続けるっていうのがもう怖くて仕方がないです。でもとりあえずどうなるか分かんないですけど、始まってしまったんでやります。もうブラック企業じゃないですけど、できるかできないかじゃなくてもうやるんだっていう感じですね。はい、とりあえずじゃあヨセミテまで行きましょうか。それまでは普通のインターセプトですね。ハイウェイインターセプトだね、違うな、普通のハイウェイなんで、はい、のんびり飛ばしていきます。じゃあまた後ほど。なんかここはあれっすね、おお綺麗だな。1号線、前にロサンゼルス行った時の道の1号線によく似てますね。ここは海沿いじゃないですけど、なんかすげえ、なんだこれやば、北海道みたいな。あれ何、全部牛？あそこあれ牛だね。黒毛の牛だね。おおかわいらしい。おお綺麗になった。採掘の道が終わった。いいね、気持ちいいね。すごい、めっちゃくちゃ綺麗だな。さっき言い忘れたんですけど、今回の旅途中で友達と合流しません。はい、なので
今回の旅は、僕と皆さんと GS だけですねの旅です。で見どころとしては、今回の旅の見どころとしては大きくは4つだと思います。1つが今から行くヨセミテで、もう1つがハイウェイ50、これはちょっと後で言いますね。で3つ目が塩の湖っつうのなんて言うんでしょうね、あれ塩のこう大地、ソルトレイクシティのところですね。で4つ目がロッキーマウンテンで、いいね。でなんだっけ、そうハイウェイ50は、明日通るんで明日もっと詳しく言いますけど、僕一回通ってみたかったんですよ。でなんでかっていうとね、結構有名なんですよハイウェイ50って。アメリカで最も孤独な道路って言われてるんですよ。ネバダからユタまでの何キロか忘れましたけど長い区間があるんですけど、砂漠の中のね、そこがアメリカで最も孤独な道路って言われてるんで、ちょっとねそこに行ってみたい、怖いもの見たさみたいな感じですね。行ってみたいんですよね。でキャンプもしますね。まずはその砂漠のキャンプですね。砂漠のキャンプと、そこからさらにロッキーマウンテンに入っていって山のキャンプっていう自然の移り変わりっていうところも楽しんでもらえればいいなって思います。はい、とりあえずねヨセミテまで行きましょうか。あと1時間半なんですけど、30分ぐらいしたらちょっと休憩しましょうか。ちょっとだけね疲れた。あんま昨日寝れてないんですよ。今朝5時起きだったんですけど、ちょっとなんかねさっき言ったようにもう怖くて、恐怖心がすごくて、もうドキドキしちゃって寝られなかったんですよ。だからねちょっとねあんまりこう体力が 100% の状態でバイク乗ってないんで、今回っていうか今日はこまめに休憩を入れようと思います。これ見えます？あそこにね家があるんですよ。だからこれ多分、ね、誰かの土地なんです。あの人の土地なんですよ。あそこにも家ある。すごっ。こんなでかい土地あったら俺多分サーキット作りますよ。すごいですね。なんか桁違いってこれですね。あれみたいですね。ウォーキングデッドのシーズン2か3で農場に立てこもったじゃないですか。本当なんかあれみたいな感じでしたね。なんかおもちゃみたいな道路だ。可愛らしいんですよ。迫力じゃなくて、この大草原の中に一本道があるんですけど、この一本道がこんな風になってるんですよ。それがねなんか可愛らしいですね。うおーすげえ、なんだこれすげえ、マジジェットコースターみたいだな。いやこれは気持ちのいい道路ですね。いいね。おもちゃだな。なんかジオラマの中にいるみたいな気分ですね。多分草原のエリアが終わってあれですね、山岳エリアの麓みたいなところに入っていくんでしょうね今から。いいとこでしたねここ。気持ちよかった。いいね、大自然ですね。本当もうバイク乗りにとっては天国みたいな国ですねここは。ここ右っすね。なんかさヨーロッパツーリング思い出しません？こんな感じですよね。どうだろうな、どっかに似てんだよな。なんかドイツのどっかに似てる全く忘れたけど。違うな、イタリアだな。イタリアのステレビオに行くまでの道がなんかこんな感じのところがちょいちょいあったような気がする。なんかでっかい山があって、なんか田舎道をひたすら走ってたような覚えがあります。ガソリンを入れてちょっと休憩してましたね。あと1時間15分。ジャケットをね脱ぐと割と過ごしやすいですね。からまあ標高は高めなところなんだと思いますね。鈴木ですね。順調にいけばあと1時間16分なんですけど、一つちょっと心配なのが、さっき言ったようにヨセミテってすごい夏大人気なんですよ。
もう本当に何百万人って何百万人なのかな、分かんないけどたくさん訪れるんですよ、人が。から入り口でね大渋滞してるんじゃないかなっていうのがちょっとね頭をよぎってるんですよ。まあそれを加味しても少しは時間に余裕がある方なんで、僕の旅にしては珍しくね、いや余裕がある方なんで、そこまでなんつうの真剣な心配はしてないですけど、よし、じゃあガチャガチャ進んでいきましょう。